皆さんこんにちは。ワルケイの荒川です。IS シリーズ紹介動画、パート1すでにね公開させていただいておりますが、皆さんご覧になっていただけたでしょうか。今回はですね、続編ということで、パート1の中で、インパクトソリッドシリーズの誕生秘話、ご紹介させていただいて、その中でね IS シリーズのご質問、を募集させていただいたんですけども、非常に多くのコメントご質問ありがとうございました。でこの続編、の、動画の中で、そういったコメントご質問に対して、こう要所要所でお答えしながら、進めていきたいと思っておりますが、まずはですね今回は、IS シリーズの、各機種の、開発経緯だったり、特徴、そういったところを、ご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、前回、このダインスレイブの、64IS、ファーストモデルですね、こちらの誕生開発秘話をご紹介させていただきましたけども、コメントご質問の中でこう割とねダインスレイブ IS シリーズって張りのあるモデルが多いので、ちょっとスタイル的に、いわゆる乗せとか掛けとかっていうカテゴリーに分けると、どっちかというと僕のスタイルとしてもかける釣りとかこう積極的に釣り人側が合わせに行く、バンバンかけに行くっていうスタイルと思われがちなんですけども、ちょっとそこを一度ですね皆さんに、ちょっと知っておいていただきたいのが、どちらかというと IS シリーズって、誕生秘話の中でも、ご紹介はしましたけども、ティップにしっかり、負荷をかけ魚自体の反転でしっかり負荷をかけるっていうところで、どっちかっていうとタックル任せでフッキングを完了してしまうというような、どちらかというとね乗せ重視っていうようなイメージで僕は使ってもらえると、よりこの IS シリーズの良さがね、お分かりいただけるんじゃないかなというところをちょっと前提で、お話をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まずやっぱファーストモデルの 64IS のところから、再度ちょっとおさらいの部分も含めてっていう形にはなってしまいますけども、ご紹介させていただきたいと思います。ファーストモデル IS シリーズのファーストモデル 64IS ということで、結果的に今のシリーズの中でこのファーストモデルが一番張りがあってすごく攻撃的なロッド、その中でやっぱり僕が一番このロッドに求めたかったのは、圧倒的なその手返し、圧倒的な操作性、あと圧倒的な飛距離ですね。それを求めるとどうしてもかなりハードなテイストにはなってくるけども、当たりをしっかり弾かずにフッキングさせるソリッドティップを、使って、そのギャップトータルバランスしっかり煮詰めているというモデルで、どちらかというと今の僕のセッティング、タックルセッティング、タックル構成の中でどんな分野に入ってくるかっていうと、基本的にはスプーンの重め、1.8g 以上、そういったスプーンを使う場合、具体的に言うと、放流直後だったり、あとは、すごく広い大規模なポンド、どっちかっていうとこう活性が高い状況でスプーンだと使っていくっていうところですかね。でプラグになってくると、クランクミノ、あとはボトムプラグっていうところ全般に使っていくんですけども、特に、魚の、状態が基本的にはかなり高活性な状況と、あと逆にかなり低活性な状況、そういったシチュエーションで、かなりこう使いどころが出てくる、その両極端なんですけど、高活性な状況で、張りのあるロッド、すごく手返しのいいロッドを使うっていうのは、なんとなく皆さんねイメージできるかなと思うんですけど、じゃあなぜ低活性の時に必要になってくるかというと、やっぱりその低活性の状況、特に、ボトムの、アプローチなんかをする場合、より低活性になるとよりこうリアクションの釣り、スピーディーな釣り、が求められてくる場合が多々あるんですけども、そういった時に本当にこうキレのある、例えばねシャインナイトとかバルキャノンとか、ライオンとかもそうなんですけど、キレのある素早いこのアクションを出したい、リアクションで食わせたいっていう時に、やっぱりこの張り
とこの操作性がものすごい武器になることがあるので、そういった高活性もしくは低活性、ちょっとね極端なその状況で、非常に僕の中で出番が多くなってくる、ロットですね。はい、続きまして、第2セレブ IS シリーズ第2弾 64ISL というところで、基本的にこれ 64IS と長さが一緒で、何が違うのかというと、このねベリーが 64IS よりもちょっとねマイルドしなやかになってて曲がるようになってます。っていうのは、これなぜ僕が開発したかというと、やっぱり 64IS と同じようなフィーリング、同じようなシチュエーションで使いたいんだけども、もうちょっとロット自体が曲がってほしい時っていうのがあって、具体的に言うと 64IS 超高活性の状態で、使い始めました。スタートしました。徐々に魚の食い方、特にね放流直後なんかだとそうなんですけど、徐々に魚のテンションが落ちてくる時にどうしても、竿のがちょっと強すぎるかな、もうちょっと曲がってほしいかなっていうタイミングがこう感じることがあったので、そういった、超高活性から次の段階ステップの活性、ちょっと活性が下がっていくイメージの、時に使えるように、よりもうちょっとしなやかなロットが欲しいということでね、こちらの開発に至りました。さあ、そんな経緯でね開発に至った 64ISL ですけども、基本的に使用ルアー自体は 64IS と 64ISL ってほぼほぼ、こう同じもの、1.8g 以上のスプーンだったり、プラグ全般、ボトムもクランクもミノも含めてっていうところで、その張りがあった方が、より魚のバイトに対して、よりロットのテンションがかかった方がいいのか、それとももうちょっと食い込んだ方が結果的にフッキングできて、キャッチにまで持ち込めるかっていうのが割とやっぱその時の状況で変わるので、そこは 64IS だとちょっと乗らないな、64ISL に持ち替えてみるか、乗るじゃん、逆に ISL だとちょっともうちょっとフッキング率悪いな、 IS だと乗るじゃんみたいな、そういうことは結構あるので、その状況に合わせて使い分けております。はい、続きましてですね、IS シリーズ3作目となる 61ISSSL、 ちょっとね S が多くて申し訳ありません、表記にね。一応これ3作目ということで、この前に IS64IS64ISL という6フィート4インチのモデルをね2本出してたんですけども、やっぱりちょっと長さ的に、僕の中ではねこの間お話をしたロットの長さと硬さのバランスから6フィート4インチをで出したんですよっていうお話させていただいたかと思うんですけど、やっぱ一般的にもうちょっとこう短い方が使いやすいですよねっていう声もいただいたり、あとは逆にというか、僕ももうちょっと短い IS シリーズってどうなんだろうなっていうのが、ちょっと取り回しとかその辺も含めてどういうものが出来上がってくるんだろうなっていうのがすごく興味があって、作ってみたのがこの 61ISSSL なんですけども、そのね最初のファーストサンプルを初めて使った時の印象はちょっとねびっくりでしたね。なんだろう、このね軽快な操作性、やっぱり3インチ違うだけでこんなに軽快にこう扱えるのかというところ非常に感じました。で、一般的にスプーンからプラグ、本当に 1g 以下のスプーンから 3g 以上のスプーン、あとはプラグ全般を扱うことが非常にしやすい SSL、 61ISSSL なんですけども、さっき言ったみたいに操作性とこの軽快なフィーリングがものすごい良かったんで、今日僕の中だと今は、スプーニング全般の、メインロッドとなっておりますね。この SSL は本当にもう 1g 台から、特に、2g、3g、そこの、この操作性と、フッキング性、あとは魚を寄せてくるパワー、非常にねもうバランスのいい攻撃的な、スプーニングロッドっていう感じですかね。攻撃的といえどもしっかり魚の任せでフッキングするっていうオートマチックフッキングは、兼ね備えているというところはねIS シリーズの特徴をしっかり継承しております。
はい、続きまして、ちょっとですねダーインスレイブシリーズからは外れるんですけども、エントリーモデルのロットとしてこうブレイクスルーゼロバジシリーズの中でもIS シリーズの、血を受け継ぐ 60ISS というモデルがございまして、でこちらは一応ですねベースが 61IS の SSL をベースに開発をしているんですけども、やっぱりこのゼロバージシリーズはですねエントリーモデルというやっぱ位置づけということで、そのより、初心者の方なんかも含めてよりこう多くのユーザーさんに使いやすくっていうところをねすごく重視しているので SSL、かなりねシャープな仕上がりになっているので、それよりかはもうちょっとこう全体的にマイルドに、よりこうしないように作っております。ただ操作性っていうところ、しっかりこうボトムプラグ、クランクメイトミノプラグ全般から重めのスプーンまで扱えるっていうその操作性の良さをねしっかり残してあるっていうのと、伸びの少ない低振動のライン、P ラインとか、エステルラインなんかを組み合わせてよりこう高次元な、ボトムの釣りですかね、そういったものもぜひぜひこうねエントリーモデルだけどもこう体感してください、体感していただきたいというそんな思いをもとにこうね開発させていただいております。でアクション的に言うと、さっき SSL よりかはマイルド柔らかく使いやすく仕上げておりますというお話をしましたけども、硬さ的に言うと SSL と ISUL の、間ぐらいなイメージなんですけど、ただちょっとティップの曲がるよりねティップがこう柔らかくなってて、よりこうファーストテーパーっていうんですかね、振るとねよくわかるんですけど、曲がり始めがより、先上司になっていくっていう感じですかね。なので、当たりがあった時によりティップが入りやすいで、しっかりそこで溜めといて、合わせることができる、そんな、非常にいいとこ取りのロットでございます。はい、ダーインスレイブ IS シリーズ続きまして4作目ですね。ダーインスレイブ IS61IS、UL ですね。ですね、この竿をこう出した時に、こう皆さんから非常に多くの言葉いただいたのが、急に柔らかくなってね、急にしなやかなものを出してきたね、モデル出してきたねっていうのすごい言われたんですけど、いろいろこれ開発するにはですね、理由がございまして、特に64IS、64ISL、61ISSSL という割と張りのある、割と結構張りのあるモデルを出させていただいてて、ちょっと僕自身壁にぶち当たったというか、手前の魚、特にトーナメントとかなんかでもそうなんですけど、手前を回遊してる魚、浮いてる魚、あとはボトム付近を回遊してる魚、そういう魚たちって結構口を使ってくれるんだけども、割とショートバイトが多かったり、甘がかりが多かったりする魚を、それをどうやってキャッチに持っていこうって思った時に、より曲がる竿、ソリッドティップっていう使用感をそのままにより曲がる竿が必要だなって思ったのが、この ISUL のすごい開発に至る、ドストレートなところの、理由なんですけども、あとはやっぱり SSL、ISL かなりねこうシャープなシリーズっていうところで、よりこう多くの、方々にも非常にこう使いやすい、しなやかなソリッドティップっていうところも同時に、出させていただきたいなっていう思いもあって、ISUL 出させていただきました。で一応ですね IS シリーズ他のモデルと比べると格段とこうしなやかになってるので、UL 表記というところさせていただいてるんですけども、ただ当然そのボトムプラグだったり、クランクベイト全般、もちろんミノ、あとはスプーン全般扱える操作性っていうのを併せ持っているので、他の、他社さんだったり他のモデルのロットの表記と比べると UL と書いてあるけど、ML クラスの操作性だったりパワーっていうのは持ち合わせてるロットになっております。
ので、表記だけを見て、言えるかみたいなイメージじゃなくて、実際こう触れる方はね振っていただけるとその、良さがねより分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、そして現在開発中の最新作 62ISML、ですね。現在開発中のモデルになるんですけども、一応ですね、現時点でのこう IS シリーズの、集大成とも言えるべき、モデルかなというところで、アクション的にはISUL と、ISSSL っていうところの、中間的な硬さ、になっております。皆さんね多分そこを待ってましたという方非常に多くいらっしゃるかなとは思うんですけれども、ついにその UL と SSL の中間、を出させていただきます。でさらに、プラグとかこうより、遠距離重めのスプーン 1g 後半とか 2g、3g 台っていうのもよりこう扱いやすいように61からこう1インチ、長くして62ということで、本当にこうオールジャンルオールマイティに、スプーンプラグ使うことができる。またラインのセッティングもね、ナイロンからフロロ、PE エステルライン、こういろんなラインでこう表情が変わるっていうんですかね、そういったこういろんな人がいろんな使い方をしてこう満足していただけるような、そういった形の 62ML、仕上がりにを最終調整、中ということでございますので、こちら、ぜひね皆さんご期待くださいませ。はい、というわけでございまして、歴代のこう IS シリーズ、ファーストモデルから、最新シリーズ、開発中のモデル、そして、60ISS、ゼロバージョンの 60ISS との関係性というところ、お話をさせていただきましたけども、いよいよね次回の動画では、スプーンの、各スプーンウェイトいろいろあると思うんですけども、こういったウェイト、を私はこういうセッティングで、使用しているというところ、またその次にはねプラグの、アイテム別のセッティング、そういったところを、ご紹介をさせていただきたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。